今日は豚こま肉の一口カツを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は豚こまの一口カツを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、お弁当のおかずにぴったりな簡単レシピをご紹介していきます。今回はですね、スーパーでもお安く手に入る豚こまを使って、さらにそこに大葉とチーズを入れた美味しいカツを作っていきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにカツの材料からご紹介します。材料はこちらです。豚の細切れ肉、大葉、プロセスチーズ、料理酒、片栗粉、お砂糖、塩、胡椒、こちらの材料でカツを作っていきます。今回使用するお肉は細切れ肉ですね。こちらを使っていきます。で、あとチーズなんですけれども、プロセスチーズを使っていきます。プレーンタイプです。こちらのプロセスチーズに関しましてはいろんなフレーバーがあるので、お好みのものを使っていただいてもいいかなと思います。で、もしくはスライスチーズですね。これを使っていただいても OK です。こちら溶けないタイプです。続いて衣の材料をご紹介します。材料はこちらです。パン粉、薄力粉、卵、お水、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。ということでね、今回はこちらの材料で作っていきます。で、衣に関しましてはバッター液というものを作って、そこにパン粉をまぶしていきたいと思います。それでは早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずですね、一番初めに大葉を千切りにしていきます。で、ここのね、茎の部分を合わせて、まず茎を切り落とします。で、そしたらですね、向きを揃えてくるくるくるっと巻きます。そして半分に切りましょう。で、半分に切ったら切り口をこのように合わせて、そして千切りにしていきます。はい、このように大葉は千切りにしてください。続いてプロセスチーズを切ります。プロセスチーズは4等分に切りましょう。はい、こんな感じです。で、今回は全部で8個作るので、もう一つ同じように切ります。チーズの準備はこれで OK です。スライスチーズを使う場合は何回かね、折りたたんでこのぐらいの大きさにしていただくといいかなと思います。では続いてボウルに細切れ肉を入れます。ここに料理酒、そしてお砂糖を入れます。で、まずね、この2つをお肉に揉み込みます。そうするとお肉に甘みが入ってとても美味しくなります。必ずね、一番初めにお砂糖を揉み込むようにしてください。はい、OK です。そしたらここに切った大葉を入れます。そして塩コショウ2つまみから3つまみですね。で、あとは片栗粉でね、この片栗粉を加えていただくとお肉の旨味と油をギュッと閉じ込めてくれます。なので片栗粉もね、ちょっと入れてみてください。ではこれを混ぜ合わせます。はい、このように大葉がきちんと混ざれば OK です。それではね、今から一口カツの形を作っていきます。お肉を大体で OK です。一口で食べれそうなぐらいのお肉を取ってください。これをね、まず広げて、そしてこのプロセスチーズをお肉で包みましょう。ギュッギュッギュッとしっかりとね、空気が入らないように包んでください。で、あとはね、一口サイズに形を整えます。はい、こんな感じ。このぐらいですね。大きさはね、お好みで変えていただいて OK です。それでは残りもね、同じように形作っていきます。はい、全部形作りました。このように一口サイズに丸めてください。この時ね、注意していただきたいのが、この隙間からね、チーズが飛び出ないように結構ね、しっかりめにギュッとね、握るようにしてください。それでは続いて衣に使うバッター液を作っていきます。で、このバッター液っていうのは薄力粉と卵とお水を合わせたものです。こちらを使っていただくとお肉に均一にパン粉がしっかりつきやすくなります。かつですね、その分サクッとした仕上がりになります。では作っていきます。まず卵を割り入れます。そしてお水、あとは薄力粉です。このまま入れちゃって OK です。そしてこれをよく混ぜましょう。で、こういったね、フライとかするときはこのバッター液を使っていただくと衣が本当に剥がれにくくてカリッと仕上がるので、いろんな揚げ物にも使っていただけます。はい、で、薄力粉のダマがなくなるまで混ぜてください。で、このぐらいとろーっとした液になります。バッター液はこれで OK です。それでは衣をつけていきます。まずこちらのカツですね、これをもう一度ね、ギュッとね、隙間がないように握ってください。
で、あんまりね触りすぎると油がね溶け出しちゃうので、触りすぎには注意してください。で、そしたらこれをバッター液につけます。そして全面にバッター液をくぐらせて、そしてパン粉の上に置きます。で、あとはパン粉をねしっかりつけましょう。で、最後ねここで形を整えてください。はい、これで OK です。こんな感じです。このようにねバッター液を使っていただくとしっかりとパン粉をつけることができます。で、最後ね形を整えるときはパン粉をつけてからで OK です。それでは残りも同じように衣をつけていきます。はい、衣がつけ終わりました。このように衣をねしっかりまぶしてください。で、今ねバッター液あとちょっとだけ残ってます。で、この残った分はお野菜などね一緒に揚げていただくといいかなと思います。それでは油で揚げていきます。まずですね、鍋の底から1センチから2センチぐらいの油を注ぎ入れます。で、火にかけます。今回は170度ぐらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。それでは適温になったので揚げていきます。で、目安としては菜箸を入れた時にゆっくり菜箸の先からプクプクプクと細かい泡が出るぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。それではやけどしないように入れていきます。無理のない数だけ揚げていきましょう。ではこのまま170度の油で3分から4分ほどいい揚げ色がつくまで揚げていきます。で、時折お箸でねひっくり返しながら揚げていってください。で、最初の1分ぐらいはねあんまりいじらないようにしてください。で、1分ぐらいしたら裏返します。はい、今ね4分経ちました。このようにいい揚げ色になったら取り出します。はい、こんな感じで美味しそうに揚がりました。それでは残りも同じように揚げていきます。はい、全部揚げ上がりました。とても美味しそうに仕上がってます。それではこのまま3分ほど油を切ります。では半分に切りたいと思います。はい、こんな感じでチーズがトロトロに溶けてます。これで完成です。はい、これでチーズと大葉入りの豚こまカツの完成です。こんな感じに仕上がりました。チーズもたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。そして衣はサクサクです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。お肉がすっごく柔らかいです。そして噛めば噛むほど大葉の香りが口の中に広がってすごく美味しいです。チーズもトロトロですね。そして中がとてもジューシーに仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の豚こま一口カツのポイントです。まずお肉なんですけれども、砂糖で一度揉み込んでください。そうすることでお肉も柔らかくなって、かつコクもアップしてとても美味しい仕上がりになります。そしてですね、あと片栗粉も一緒に加えました。そうすることでお肉の肉汁をギュッと閉じ込めることができて、とてもジューシーな仕上がりになります。あとですね、大葉なんですけれども、今回ね5枚入れてます。この大葉の量に関しましてはお好みで変えていただいて OK です。で、さらにですね、中に入れてるチーズなんですけれども、今回は四角いプロセスチーズを使いました。こちらはですね、溶けないタイプのスライスチーズで代用していただいても OK です。そして包む時のポイントなんですけれども、チーズが外に出ないようにしっかりと密着させて形を作るようにしてください。ここで隙間ができてしまうと揚げてる時にチーズが飛び出てきてしまう時があります。なのでお好みの大きさでしっかりめに形作っていただけたらと思います。で、今回のねお弁当サイズにすると8個できました。これをねもう少し小さくしていただくと10個ぐらいできるかなと思います。そして今回の衣にはバッター液というものを使いました。このバッター液を使っていただくことでパン粉が全体にまんべんなくついて、とてもサクサクで美味しい仕上がりになります。もしこのバッター液が余った場合は他にお野菜とかね、何かお好みのものを一緒に揚げていただけたらと思います。そして揚げる時のポイントです。揚げる時はですね、作った厚みによって適正な揚げ時間が変わる場合があります。なのでちょっとね、中まできちんと火が通ってるか心配な場合は一つ取り出してちゃんと火が通ってるかチェックしていただけたらと思います。今回ね結構シンプルめに作ったんですけれども、ここにねカレーパウダーを入れたりとか、あとはガーリックパウダーを入れたりとか、ちょっとお醤油を入れたりとかね、いろいろ味付けのアレンジもできると思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。お弁当のおかずにぴったりなのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日は豚こま一口カツを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。